皆さんこんにちは。さて最近このサムネイルにあるような形で、トヨタ車からホンダ車に乗り換えてみて感じることであったり、もしくは S クロスとベゼルの比較とか、いろんな動画を出してきました。でこちらの動画見てみると、このチャンネルってトヨタ車あんまり好きじゃなくってホンダ車がやっぱり大好きなのかなっていうふうにお感じになられた方もいるかなというふうに思うんですが、今回は決してそうじゃないんだよというところ、我が家もトヨタ車買ってるんですよね。その買っている選んでいる理由とか、そういうところって一体何なのかっていうところ、このあたり少しお話の方できればなというふうに思っています。でまずホンダ車に関してなんですけれども、こちらも動的質感をすごく磨いている。これはもうホンダさんの DNA として、そういった車作りがされてるから、走るの楽しいと思える車がものすごく多いっていうところ、これがあると。それはもう実際に我々もそういった動的質感が高い車って乗ってて楽しいので、やっぱり好きだなというところで、そういうところはね、選ぶ時の要素としては非常に重要視はしているところなんですね。例えば映える車だったりとか、もうリセールがダントツに高くないと買わないよとか、そういったことはないんですよね。トヨタ車で我々が買ってきた車ってダイハツ製になりますけども、ライズとかタンクとか、それからシエンタ、そしてカロラクロスに関しては初代のところと、それから改良後のモデルと乗り継いでいるよと、そういうことで買っているトヨタ車も結構あるんですよね。この買ったトヨタ車に関して言うと、自分の想像を超えてくる、そういった出来の車だったというところ、これが大きかったかなと。ライズにせよ、カロクロにせよ、シエンタにせよ、やっぱりこの車ってこんなもんかなと思うところを飛び越えてくる、そういった驚きがある車だからこそ、持ちたいな、長く持ちたいなとか、この車良かったなっていうふうに感じていく。特にカロクロに関してはそういうのもあったので、改良モデルを引き継いで買っていくっていうこともやっていると。ライバル車種がものすごくひしめき合っているところに関して言うと、トヨタさんの車作りの本気度がね、1ランク、2ランクね、ぐっと上がってくるような感触を持っています。コンパクトカーに関してはヤリスという車があって、でその対抗車種っていうのはノートであったりとか、フィットであったりとか、マツダ2とかいっぱいあるんですけれども、そのコンパクトカーのこのセグメントの自体がやはりこの SUV に押されてしまっていて、あまり活況を呈していないというか、そんなに盛り上がっていないという中だと、やはりこの売れる台数であったりとか、販売台数と価格の鏡でいくと、そこまでお金かけられないよという中で作っているというところになるんですが、例えばシエンタを見てみると、フリードという強大なライバルがいるので、そこのフリードを負けない、もしくは越すぐらいのやはり車を作っていかないと支持されないというところで、相当気合を入れている。またカロクロに関して言うと、例えばスバルさんといえばフォレスターとかああいったものがありますし、マツダさんにもある。そしてベゼルであったり ZR-V とか、ホンダさんでもすごい SUV が出てるという中で、やはりこのカローラクロスもしっかりとしたものを出していかないと、そのライバルに打ち負けてくるというところもあって、相当力を入れていると。その辺の表れなのか、カラークロスに関しても短期間でどんどん改良を加えて、どんどん新しいものになっていくっていうね、ものすごい動きをしている。そういったところで実際に乗ってみると、それで力を入れたものなんで、この車格なのにこんな性能があるのか、カラークロに関して言うと静粛性、乗り心地とか、そこがこの価格帯、このセグメントなのにここまでやるのかと。でシエンタに関して言うと、ミニバンなのにこんなことができるのか、そういった車がね、結構トヨタさんってあるんですよね。他社メーカーってあまりそういう感じというよりは、なるほど、この価格だったらこれ、実現できててすごいな、そうだよね、これはあるよねっていう、そのぐらいのところを、ちょっと超えるぐらいの凄さっていうのを醸し出す車っていうのが結構あるんですよね。レクサスとかも同じだと思うんですけれども、レクサスはもう国内のメーカーだと対抗となる車ってほとんどなくって、基本的には輸入車とか、ああいうところのプレミアムブランドとか、ああいうところとも渡り合ってるっていう中でいくと、同じことが起きているのかなと。あれだけの質感の車をあの価格帯で実現できているんだねみたいな、そういったね、驚きだったりとか、満足度の高さとか、そういうのもあったりすると思います。海外のプレミアムブランドとかでも渡り合っていくっていう中で、価格と性能
の高次元にマッチしている感じっていうのがあって、やはり売れていたりすると、そういったところもあるので、さまざまなセグメントでね、予想を超える車を作っているのがトヨタさんなのかなというふうに思っていて、この辺りがトヨタ車を選んで買う時の面白さというか、そういうところもあるかなというふうに思っています。サイはサイとて、じゃあホンダ車ってすごく動的質感高いよねと、だからもうみんなホンダ車買った方がいいかというと、そういうわけでもなくて、車に求めるものが何なのかというところで、動的質感を求めるんであれば、行き着くところまで行くならスポーツカーとか大排気量の車とか、そこに行き着いていったりとかするとは思うんですけれども、それって運転手もそうですし、助手席、後席に乗る方にとって幸せなのかというと、必ずしもそういうことにはならなかったりする。そういう意味で、トヨタさんってやっぱり快適に移動できる、快適に使える車っていうのを世に出すケースが多いなと思っていて、私もそのカラークロスとかも乗り心地の良さとか静粛の高さっていうところが本当にお気に入りで、やっぱこの車いいねって思える、そういった良さっていうのがあって、そこで選ぶっていうのも多分ありなんだろうと思うし、そういった選択をするっていうのもいいと思って、私もそういうふうに思ってカラークロスを買っています。我が家の今あるカローラクロスっていうところに話を移すんですけれども、カローラクロスに関してはやはりライバル車種が非常に多いっていう中で、またあとトヨタさんとしてカローラのシリーズには相当思い入れがあるし、大事にしているブランドだからこそ相当力を入れて作っている。その意味でカローラクロスもそうですし、ツーリングもそうですね。ああいったカローラシリーズは本当出来がいいなっていうふうに思っていますので、そういった車を選ばれた方というのは非常にね、いい選択をされているんじゃないかなというふうに思っています。まだ動画は多分出てないと思うんですけれども、私カローラツーリングっていう車を試乗してみたんですね。やっぱりね、カローラツーリングいいなっていうふうに思ったんですよね。走ってくる時の感触とか、やっぱり質感高かったんですよ。これ運転してて面白いなっていうふうにカラーツーリングは思った。で逆にカラークロスはこっちは快適性振ってるなっていう形で、キャラクター違くてまた面白かったし、それぞれカローラの名前を冠している車ってしっかりとできてるんですよね。あともう1点がシエンタですね。あちらもやはりフリードっていう車があるからこそなんですが、先日改めて試乗した動画も出しましたが、やっぱりシエンタってすごいなっていうふうに思って乗っていました。本来は、シエンタが先に発売されているので、それをもう大きく超えるぐらいにもう大幅進化した車をフリードとして多分出したかったんだとは思うんですが、やっぱりそのトヨタさんもトヨタさんでもうシエンタっていうのはものすごい力を入れてバッと作ってきているものなので、一応フリードの方が登場後でしたけれども、シエンタも全然負けてないっていうところで、もう高レベルでぶつかり合ってるっていうね、そういう感じになっているというところも、後発の車にも負けない、後からできた車にも負けないように開発するぞというトヨタさんの頑張りっていうのが出てきているんだろうなと個人的には思うので、やっぱりそれなりの理由があって選ばれているんだなというところを感じているというところであります。ということで、今回は私がトヨタ車嫌いなのかというとそんなことありませんよと、買ってる車もあるし、でどうしてトヨタ車を買おうっていうふうに感じるのかとか、そういうところを中心にお話の方をさせていただきました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もトヨタ車だったりホンダ車、それ以外の車も含めて様々な動画を出していければと思っておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。